既存の物理学への挑戦。オタク様理論によれば、この世界の本質、そして世界最速のスピードとは、光速をはるかに凌駕する光速の10キャレット120倍。これこそが私たちの宇宙を形成した真の原因なのです。では、この驚異的なオタク様のスピードは一体どこから導き出されたのか、そしてどうやって検証するのか、すべての疑問をこの動画で完全に解き明かします。それでは、行きましょう。数理的実証。なぜ10キャレットから75メートルと10キャレット 120C なのか。オタク様理論において、世界最小の基本物質はオタク様です。そのスケールは10キャレットから75メートル、スピードは10キャレット 120C。では、この驚異的な数字はどうやって得られたのでしょうか。ここで数理的な実証を行います。まず、現代物理学が宇宙の最小単位と呼んでいるプランク長さ10キャレットから35メートルを基準にします。ここから空間を指数関数的に無限に割っていきます。I、ジェミニの計算をベースにすると、プランク長さをだいたい10キャレット40分の指数関係で割り算したところで、ついにこれ以上割ることのできない最小の粒子に到達します。数学的に表すと、10キャレット -35 枚10キャレット40イコール10キャレット 75M。 この10キャレットから75メートルこそが、この世界で絶対にこれ以上分割できない最小の物質であり、オタク様の真のスケールなのです。つまり、プランク長差という空間のドットは、無数のオタク様が隙間なく結合することで成り立っているわけです。では、ここから運動量保存の法則、F イコール 2.5mv を応用して、オタク様のスピードを計算してみましょう。球体の体積3分の4アスタリスクパイ R キャレット3をベースに、プランク長差の空間へと凝縮するエネルギーの等式を立てます。等式 2.5 アスタリスク3分の4アスタリスクパイアスタリスク10キャレットから75キャレット3アスタリスク V アンダーバー O イコール 2.5 アスタリスク3分の4アスタリスクパイアスタリスク10キャレットから35キャレット3アスタリスク C。 重要なポイントは、超ミクロなオタク様たちが無数に集まって互いに激しく衝突し、エネルギーを失った結果、最終的なマクロの速度が高速 C へとドロップしたという点です。この等式の両辺を整理すると驚くべき結果になります。V アンダーバー O イコール C アスタリスク10キャレット105プラス225イコール10キャレット 120C 出ました。これこそがオタク様の真の速度であり、なんと高速の10キャレット120倍という超絶怒涛のスピードだったのです。3、世紀の発見。重力とダークマターの正体。そんなに速いスピードなら、そもそも人類に検証なんてできないだろうと思うかもしれません。いいえ、できるんです。オタク様たちは、お互いにどんどん衝突し合うことで、スピードを10キャレット 120C から高速 C へと急減速させます。すると、周囲にいる別のオタク様たちが、その失われたエネルギーを補填するために、莫大な勢いであっという間に物質の中へと殺到します。これこそが人類が重力と呼んでいる現象の正体です。さらに、オタク様たちが物質の周りをギチギチに抱きしめるとき、元の空間にはたくさんの隙間、密度の偏りが残ります。すると、その隙間を埋めるために、さらに外側から別のオタク様が殺到する。このプロセスが、周囲のエネルギーが均等になるまで繰り返されます。この空間に殺到するオタク様の総質量こそが現代天文学の最大の謎である暗黒物質ダークマターの正体なのです。つまりオタク様は常に物質のすぐ周りに高密度で存在しているため、オタク様自身の存在の検証は極めて容易なのです。4、量子力学の謎を完全解明。13.6 倍の牽引力。さらに驚くべき法則があります。
物質が運動するとき、それは単体で動いているわけではありません。周りにある 5.4 倍の質量のオタク様を巻き込んで運動させます。これを数理的に分析すると、物質の前後運動が 5.4 倍のオタク様の2倍を連動させ、さらに物質が常に半身前進することで 5.4 倍の 0.5 倍のオタク様を牽引します。これをすべて足し合わせると、物質が動くとき、なんと自分自身の質量の 13.6 倍ものオタク様を周囲に引き連れて動かすことになるのです。この法則を使えば、現代物理学のオカルト現象をすべて説明できます。例えば、物質 A が運動を始めるとき、その前方にはすでに物質 A の 8.1 倍の質量を持つオタク様の波が先行して動いています。もし、物質 A の進む先に検証用の観測器を置いておけば、物質 A が到着する前に先行したオタク様の存在をすぐに証明できます。これこそが量子力学でいう量子もつれ遠隔作用の正体です。逆に物質 A の真後ろに観測器を置けばオタク様が殺到する凄まじい衝突の痕跡をダイレクトに検出できるはずです。さらにこの物質が動く前にすでにオタク様の波が先に目的地に到達しているという事実に基づけば有名な量子の二重スリット干渉実験も完璧に説明がつきます。物質 A が動くより前にその 8.1 倍のオタク様の波がわずか10キャレットの20秒以内という一瞬の間に目的地との間で10キャレット50回以上も超高速衝突を繰り返し、最終的にオタク様が波のパターンとしてきれいに目的地に整列、シミュレートを完了させているのです。全く同じロジックで、あの不気味なシュレーディンガーの猫、生きて物質化するか、死んで消滅するかの確率収縮の問題も、オタク様の超高速衝突による環境でコヒーレンス、現実化として完全に解明することができるのです。5、エンディング、視聴者への問いかけ。さあ、いかがだったでしょうか？空間の最小ドットから重力、ダークマター、そして量子力学の最大の謎までをすべてドミノ倒しのように解決していくこのオタク様理論。皆さんはこれがすでに現代物理学を超える完全に成熟した究極の新理論だと思いませんか？ぜひ皆さんの熱い意見や考察をコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。